こんばんは、あいかです。今日はですね、久しぶりの香水動画です。今日レビューしていくのは、こちら、ビュリーの12種類の香水。こちらを一気にレビューしていきたいと思います。私がね、最近ビュリーにハマっているっていう話はね、結構 Vlog だったりとか、購入品動画でもちらほら話してきたんですが、香水もね、行くたびに色々書いていて、挑戦したいなと思ってたんですけど、どうせ買うなら、もう一気にまとめて買って、ビュリーの香水だけでレビューした方が、なかなか店舗に行って書く機会がないっていう人の役にも立つかなと思ったので、先日お買い物に行った時に購入してきました。ビュリーの香水が気になっていた方はもちろん、もう春ですしね、新しい香り探していた方も、ぜひぜひ最後まで楽しんでいってください。私はですね、年間600万円分コスメを買ってレビューしているデパコスマニアなんですが、コスメと同じくらいね、香水も大好きで、定期的に香水レビューの動画も上げています。この動画で私のチャンネルを知ってくださった方は、よかったらこの機会にチャンネル登録もお願いします。はい、それでは早速嗅いでいきたいと思います。まずビュリーの香水の特徴として、水性の香水になっています。なので、手首だったりとか、うなじだったりとか、肌にももちろん使えるんですが、髪にね、吹きかけたりすることもできます。香り立ちもどちらかというと優しいので、香水初心者さんでも比較的使いやすいんじゃないかなと思います。じゃあ、行きましょう。もう順番に行きますね。まずこれ、チュベローズ・ドゥ・メキシク。今回はムエットで嗅いでいくんですが、実際に肌にのせると、ちょっとね、白っぽい感じ。こんな感じです。手に吹きかけただけでしっかり香りがふわっとね広がってくれますね。でミストもこのちっちゃいねアトマイザーのサイズでも結構広く細かく霧が広がってくれるので、髪とかにもねこうふわっと広く吹きかけやすいと思います。それではいきます。おお、なんかねミルキーな感じ。名前からしてチュベローズの香りだと思うんですが、私どっちかっていうとチュベローズあんまり得意じゃないんですよね。私の香水動画よく見てくださっている方だったらね、なんかしょっちゅう言ってるなって思うかもなんですが、ちょっと生めかしいというか、チュベローズってチュベローズってついてるんですけど、いわゆるバラ、ローズとは全然違ったお花で、白色のお花なんですが、結構ストレートにチュベローズの香りが来ると、なんかね、私はコンソメっぽく感じるんですよね。これ言うと結構笑われるんですけど、ちょっと独特というか、雰囲気で言うとちょっと叶姉妹みたいな、セクシーというか生めかしいというか、本当に体のラインが出るドレスみたいな雰囲気っぽく感じるんですよね。なんですが、お花のね、生っぽさっていうのは残してるんですけど、その妖艶さっていうところが結構抑えられていますね。ビュリーのちょっとクラシカルな雰囲気、ちょっと私今日、ビュリーの店員さんの制服に一番手持ちで近い感じのきちっとした黒色のワンピース着てみたんですけど、スタッフの方も冬だったらネイビーのカーディガンにプリーツスカートだと思うんですが、そういった正統派みたいな制服を着てらっしゃると思うんですよね。あのブランドの雰囲気でチュベローズをどう落とし込んでくるんだろうと思ったんですが、すごく上品にまとまっています。チュベローズの白いお花っていう側面だけ残して、私が言っていたそのコンソメっぽいというか、ちょっと日韓的なところ、そこがね、最初にこの感じたミルキーさ、このバニラの部分でうまくカバーしてるというか、マッチさせてるというか、ちょっとうまく表現できないんですけど、このチュベローズだったら私でも使えるかなっていう風に思いました。私本当にチュベローズで、これだったらいけるかなって感じる香りってほぼないんですけど、初めて使ってもいいかなじゃなくって、ちょっと使ってみたいなっていうくらい、これは気に入りました。1本目からいいんじゃないでしょうか。次、リケンデコスいきます。フランス語なので、さっきのチュベローズぐらい分かりやすい単語がないと、どういう香りなのかがあんまりイメージがつかないですよね。そこが面白さだったりするんですが、いきます。おめっちゃグリーン。もう本当に葉っぱを手ですりつぶしてそのまま嗅ぎましたっていうくらい、えぐみとか苦みを感じるグリーンがガツンときますね。色で言うと深緑って感じ。生のほんとちぎりたての葉っぱみたいなしっとりとした感じ、湿度を感じる香りかなと思います。店頭でね、お伺いしたんですが、このビュリーの香水は重ね付けすることもできるそうなんですよね。で、おすすめの使い方としては、似た香りではなくって、ちょっと雰囲気が違う、別々の系統の2つの香りを一緒に使うといいですよっていう風に教わりました。なのでさっきのチュベローズ結構ミルキーな香りだったんですけど、これに合わせると程よくグリーンのすっきりした雰囲気がプラスされて、こっちのまろやかさ、そしてグリーンのトゲっぽいところがうまく中和されるんじゃないかなと思いました。相変わらずの花粉症で鼻声でごめんなさい。でも香水の香りはなぜかちゃんと嗅げるんですよね。次、これはローマ字というかフランス語でもこの単語なのかな。炭ヒノキです。一気に和な感じですね。いきます。
おあ、これはね、私店頭でキャンドルの香り嗅ぎましたね。すごいスモーキー。火のついてないキャンドルでそのまま嗅ぐと、ちょっと燻製っぽいというか、いぶした香りの中でも、美味しい部類の香りに感じたんですよ。それがね、ムエットで嗅ぐと、ちょっと美味しそうだなと思ったところは抑えられて、いぶした煙い感じの香りにプラスして、この炭っぽいのは何なんだろう。やっぱり牧樹っぽいっていうとパチョリなのかな。本当に炭の香り。それが加わったような、座禅の禅っていう字、一文字で禅みたいな雰囲気を感じます。やっぱね、基本ムエットで嗅ぐと香水って私、ちょっと実際に肌にのせた時よりもクールなトーンに香るように感じるんですが、これは私、ムエットで嗅いだ方が好きかもしれない。最初嗅いだ時は美味しそう要素が強すぎて、私、燻製好きでよく食べるんですけど、なんかどっちかっていうともう燻製を思い出しちゃって、香水っていう感じがしなかったんですが、ちゃんとこのムエットみたいに炭の匂いを一緒に嗅げると、なんかうわー美味しそうっていうところからもっとこう心をスーンって静かにさせて、禅みたいに感じます。心を落ち着けたい時にやっぱいいですね。で、確かね、これ店頭で、これとこの後多分出てくるローズ系の香り一緒に嗅がせてもらったんですが、そうするとね、またちょっと違った雰囲気になったんですよね。そう考えると結構この香りは他の香りとの組み合わせで化けてくれるというか、いい感じにアレンジしてくれるようなポジションになってくれるんじゃないかなと思います。よかった。ちょっとこの香りもしかしたら持て余すかもと思ってたけど、活用できそうです。やっぱ香水のレビューって楽しいね。次、4つ目。マカサ。はい、こちらいきます。これもちょっと名前からだと香りのイメージができないですね。いきます。これはね、かっこいい系ですね。マカサーってちょっと意味はわかんないけど、響き的になんかかっこいいもんね。タバコとか、レザーとか、そういう系統の香り好きな人はこれ好きだと思います。私だったら寒い日に使いたい香り。すごい手持ちになんか近い香りあるなと思ったんだけど、ゲランのラール・エラ・マティエールのイリス・トレフィエ、あれだったりとか、トム・フォードのコーヒー系の香りだったかな。なんかそのあたり結構重い香り出してるお高めの香水で嗅いだことがある香りです。ちょっとけぶった感とそのタバコっぽい、キーワードで言うとメンズライクな感じがあるんですけど、ビュリーだからなのかな、きちんとした感じにまとまってるって言ったらいいの？夜の大人の社交場とかなんかそういうバスエ感がないって言ったらいいのかな、正統派ですみたいな感じにまとまっていると思います。これはね、私結構嗅げば嗅ぐほど好きな香りかな。今まで嗅いだ中では一番夜っぽい雰囲気の香りだと思います。次、フルールドオランジャー？こちら、お花とオレンジってこと？いきます。今まで1本ずつ全然雰囲気違ってきたけど、これも違いますね。これはフローラルさもあるんですけど、結構スッキリもしてて、部類で言うととっつきやすい部類だと思います。そしてね、どこか石鹸っぽい清潔感がありますね。ネロリかなこれ。多分これは好きな人多いんじゃないかなと思います。パウダリーさもあるんですけど、暑い時期でも使いやすそうです。アルカシール。いきます。これはサンダルウッド。私はサンダルウッドの香りを嗅ぐとちょっと化粧台的なドレッサーっていうより昔お家にあった化粧台みたいな雰囲気、パウダリーさみたいなのを感じるんですけど、なんかそういう系統の香りかな。霧っぽい、もやっぽい、儚い感じって言ったらいいのかな。でもなんか少女的な儚さっていうより影のある女性とか、例えがね違うかもしれないけど、小説とかに出てくるなんか気になる未亡人みたいなミステリアスさがあるというか、そんな感じの香りですね。これちょっとわかる人にしかわかんない例えだからカットするかもなんだけど、椎名林檎の曲でステムっていう茎っていう曲があるんですよ。で、あの曲に合わせて作られたなんかね、ちょっとした映画みたいなショートフィルム的なのがあるんですよね。小雪さんが主演の。あの中のその小雪さんが演じてる役って全然その儚い感じではないと思うんだけど、なんかミステリアスな女性として、登場するんですけど、あの曲とあの映画の雰囲気にすごい合う。なんか脳内でステムが流れる感じ。はい、次。ミエル・ダングルテール。これはですね、私、ボディオイルを使っている香りですね。そうそう、これ。ビュリーの香水って同じ香りで石鹸とボディ
ーミルク、ボディオイルっていう風に展開があるんですよ。で、まあそういう同じ香りでいろんなアイテムを展開してるのって他のブランドでもあると思うんですけど、結構アイテムによって若干香りの出方が違うというか、このアイテムで嗅ぐとすごいスッキリしてるなとか、こっちで嗅ぐと甘いなとか、まあちょっとばらつきがあるような気がするんですが、ビュリーの香りって結構忠実に一緒だと思うんですよ。オイルのキャップ開けてそのまま嗅いだのと全く同じ香りがしています。これはね、私の大好きな蜂蜜の香りなんです。でも蜂蜜っていうとすごくこう濃厚でトローンとしてたりとか、リアルな蜂蜜の方を突き詰めると、この前出たゲランのラール・エラ・マティエールの新作の蜂蜜の香りだったりとか、ああいうなんて言ったらいいのかな、独特なえぐみとか、コクって言ったらいいのかな、砂糖で言うと白砂糖じゃなくて黒糖ってえぐみとかあると思うんですよ。なんか独特のもったりした感じ、なんかああいうのが出てくると思うんですけど、このね蜂蜜は蜂蜜で甘いんだけどそんなに甘ったるくもないし、独特なえぐみみたいなのもないんですよね。そこにシダーウッドも入ってるって言われてたので、そのシダーウッドのグリーンさが入ることで蜂蜜のとろっとしたところをちょっと和らげてくれているのかもなんですが、私蜂蜜すごい食べるのも嗅ぐのも好きだから、香水だったりとか、食べる蜂蜜でもお花の種類によってね香りも味も違うと思うんですけど、蜂蜜も何種類も身の回りにあったりするけど、そのどれとも違った香り立ちでも蜂蜜だなっていう香りがします。そう、これをね私今全身つけるし髪にもつけるんだけど、バスオイルとしても使ってて、お風呂入る時にめちゃくちゃねいい香りが浴室に広がって、お風呂タイムの幸福度が上がった気がします。次8本目、これローズ・ドゥ・ダマス。これはねバラ系の香りでビュリーの香水でおすすめありますかって質問を2回くらいかないただいて、ローズ・ドゥ・ダマスがおすすめっていう風に答えたんですけど、これめっちゃいい香り。これはねボディミルク買ったんですけど、本当にね幸せの香り。もうやっぱバラって見ても嗅いでも幸せな気分になるじゃないですか。もうあのまんまで、しかもこれはバラ園とかのグリーンも入ってる香りじゃなくって、柔らかいバラの品種の中でも花びらが薄いみずみずしい大輪のバラの花びらの部分だけを嗅ぎましたみたいな感じ。それプラスローズウォーターとかもうさらにみずみずしい感じ。あとはちょっとローズキャンディー的なジューシーさというか、ローズジャムとかって言ったらいいのかな、そういう、フルーティーまではいかないんだけど、どこか果汁っぽさも感じるような本当にねいい香りなんですよ。今まで嗅いだ中では一番私のイメージするビュリーの雰囲気というか、パリの老舗の化粧品のお店って聞いて連想する、なんかこのパリテイストなイラストだったりとか風景に出てきそうな雰囲気、そのまんまっていう感じの結構可愛い香りで、これは大好きですね。もう顔がにやけてくる。9本目、ヘリオトープ・ドゥ・ペルーいきます。ヘリオトープってさ、キーワードとしては聞くけどさ、でもヘリオトープの香りですって言われて、こういう系統の香りねってあんまりイメージできなくないですか？ちょっといきます。これも私店頭で嗅いだ。結構ね甘いんですよ。でもチュベローズの時に言ってたミルキーな感じ、バニラっぽい香りとは違ってトンカビーンの甘さかな。これはねフローラル系の香りっていう風にリクエストして紹介してもらった中に入っていた香りなので、お花の香りもあると思います。お花もさっきのローズのねみずみずしいのとはまた全然違って、すごくパウダリーな感じだから甘くてパウダリーで、これも結構クラシカルな部類かなと思います。ちょっと人によっては懐かしく感じるかもしれないですね。次10本目、ユズドゥキソいきます。これもなんか名前が特徴的だから商品ページとか見てはどんな香りだろうと思ってた香りですね。柚子は本当に柚子なんだ。めっちゃ柚子の香り。でも柚子も結構香水とかに落とし込むと皮の苦味だったりとか、柑橘のエッセンシャルオイルみたいなちょっとパンチが強いというかトゲみたいなのを感じたりするんですけど、そこまでトゲトゲしくないかな。皮とか綿の苦味とかっていうよりもっと全体的な柚子の香りっていう気がする。果肉がじゅわって弾けるようなフレッシュさとも違うし、なんだろう、柑橘なんだけどそこまでじわっと感がない。でもすごくねすっきりはしてるんですよね。最初の方に嗅いだグリーンの香り、あれはどっちかっていうと目が覚めるようなすっきり感なんだけど、こっちはねもうちょっとシャキっていうよりは目覚めのタイミングで嗅がしてもらうとなんか気持ちよく起きられそうな香りって言ったらいいのかな、そういう香りです。じゃあ次11本目、フォレドコミいきます。コミってなんだろう、コミの森ってことだよね。うん
なんかまた違った系統のグリーン来た。最初のグリーンは生っぽいみずみずしい葉っぱをちぎって潰したようなえぐみあるって言ったと思うんですけど、これはね、なんかその一個ずつを嗅いでるっていうより、もっとこの森の中にバーンって立てってますみたいな。木の影になってるから、ちょっとひんやりしてるし、なんか湿度を感じるし、若干暗い雰囲気。針葉樹の香りだね、これは。なんでだろうね。なんか針葉樹っぽさって香りでわかりません？多分ね、同じ森の中にいるように感じる香りでも、ウッディな木の部分を感じる香り。そっちだと温かみだったりとか、木でも乾いた雰囲気があったりすると思うんですよ。でも、この森の中でも葉っぱっぽい香りを強く感じると、さっき言ったようなちょっとしっとりして暗くて針葉樹林っぽく感じるのかも。じゃあそんなに針葉樹林のこのね、森の中に身を置いたことがあるのかって言われるとわかんないんだけど、なんかそういう雰囲気、若干寒そうな感じって言ったらいいのかな。じゃあいっぱい生えてきたようで意外とあっという間だったんですが、12本目最後ですね。あ、これなんかね、すごかった気がする。ウード・ドゥ・ディメンヌ。ウードですからね。ウードといえばね、去年あたりからなんかウードの新作すごい見かける気がするんですよ。結構、これも私、またチュベローズとは違った意味で苦手というか、やっぱパンチが強いものが多いので、なんかおーって圧倒されちゃって、ウードは何嗅いでもどこまで行ってもウードだなっていう感じがあって、そんなに得意な香りじゃないんですけど、このウードを、何回ウードっていうのって話だけど、ビュリーが調理するとどうなるのか嗅いでいきたいと思います。これラストに嗅いでよかった。一番パンチがある。他のは割とどれも、おって思ってもそんなにガツンって感じじゃないけど、やっぱビュリーの手にかかっても、ウードのウードらしさっていうのは健在って感じですね。でもパンチ具合で言うと割と優しめな感じ。もっとこうドスって感じのウードもあるので、なんかそんな中東の顧客をターゲットにしたもうザ・ウードですっていう香りに比べたら全然トストスって感じだけど、ウード感満載ですね。そう、ウードのね、何が苦手って、多分ウード単体じゃなくていろんな香り入ってると思うんですけど、もう私の鼻はウードだけをキャッチしてしまって、他の香りをね、拾いきれないんですよ。だからもうただただウードっていう風に感じちゃうんですよね。でも、このね、さっき言ったトストス感、若干ウードを優しくしている何かはあるんだと思うので、もし分かったらテロップか何かで入れておこうと思います。最後に出てくれたからよかったけど、ちょっと最初の方に嗅いでたら、他の香りのみずみずしさだったり、フローラルさっていうのは鼻がキャッチしてくれなかったかなっていうくらいパンチのある香りでした。はい。ということで今回は動画で紹介するのは初なんですけども、ビュリーの香水一気にね、12種類の香りをご紹介しました。これもね、私の鼻がキャッチして、しかも私の語彙で表現しての香りだから、それぞれ皆さん実際に嗅いだりとか、あとやっぱ肌にのせると香り立ちって違ったりすると思うので、なんか今日出てきたキーワードの中で、おっていうものがあったらぜひね、店頭で実際に嗅いでみてほしいと思います。今回の動画少しでも参考になった方はぜひ高評価、それからデパコスマニア愛花チャンネル登録10万人目指しておりますので、ぜひこの機会にチャンネル登録お願いします。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛花でした。